はい、いつもお世話になっております。アンツベチャンネルです。はい、今日はですね、ついに自分が今まで一番欲しかったアリを手に入れましたので、それの紹介をしていこうと思いますので、早速やっていきましょう。はい、ということでですね、とうとうついにこの日がやってきました。で、皆さん知ってる方もいますかね。はい、自分もともとすごい欲しかったアリがいて、それが何かというと、この虫神器のカードにもなっている虫なんですけれども、それがこちらです。よいしょ。これパッと見たらもう皆さん分かりますよね。このでかさとこの強靭な体つき。これパラポネラです。虫神器をやってる方だとパラポネラっていう言葉よりもこっちのサシハリアリっていう名前で覚えている方の方がいらっしゃるかと思いますけれども、同じアリになります。アリ飼育界隈だとパラポネラっていう名前の方が有名で、サシハリアリっていう和名もついているっていう、そんな感じですね。で、今回はサシハリアリではなくてパラポネラっていう呼び方をしていくんですけれども、ついに購入することができました。もちろん今までも購入する機会っていうのはたくさんあったんですけれども、このアリ高額なゆえにですね、やっぱ買う決心がなかなかつかなかったですね。ただ今回は購入させていただいたのが AY インポートさんで購入しました。で、アンツベさん結構いいパラポネラ入ってきましたよっていうお話をいただいたので、さすがにこれは買うしかないかなと思いまして、実物を見させてもらって購入させてもらったという、そんな流れになります。で、今現状、こちらのでかいひときわ大きいのが女王アリですね。体長約3センチ超えです。めちゃくちゃでかいです。で、あと働きアリも実は2匹もついてます。こちらも体長2センチ超え、めちゃくちゃでかいです。おそらくですね、働きアリの大きさだけでも日本の最大種クロオオアリの女王アリを超えているかと思います。それくらい巨大なアリだというところですね。で、もうすでに産卵もしてるみたいなんですけれども、ちょうど確認したら2個くらい卵がありましたね。で、比較をちょっとしていきましょうか。まずですね、持ってきたのがこちらです。今家で飼育している最大種アピカリスオオハリアリという、こちらも南米のアリなんですけれども、こちらもハリアリでパラポネラと同じく巨大ハリアリっていう名前で販売されている、また紹介されるアリなんですが、それと比較してもですね、パラポネラの巨大さがわかるんじゃないでしょうか。アピカリスオオハリアリがまるで日本のオオハリアリみたいですよね。それくらい小さく感じてしまいます。このアピカリスも2センチ弱ありますので、かなり大きいハリアリなんですけれども、細身なのでちょっと小さく感じるのかな。このパラポネラについては非常に体も大きいですし、頭も大きいですので、どっしりと大きさを感じます。で、あともう一つですね、持ってきたのが、はい、こちらです。日本のアリですね。今たくさんアリがうろちょろしてますけれども、大きいのが女王アリですね。で、こちらは黒山アリです。日本で多分道端で一番見ることができるアリだと思いますけれども、女王アリが1センチちょっとですかね。そんなに小さくはないアリなんですが、それと比較してみましょう。大きさのレベルが、次元がなんか違いますね。日本でいう黒山アリと鱗アリくらいの違いがあるんじゃないかなってくらい、そんなでかさ。いや、パラポネラすごいっすね。高いだけあるわってな感じで、ちょっと今回このパラポネラをやっていくんですが、で、いつもだったらアリを購入したら新しい巣に交換して、でそれで飼育していくっていうことをよくするんですけれども、このパラポネラについては一旦こちらのもともと使われていた飼育容器を使って飼育していこうと思います。これおそらくですね、アリスインアンダーグラウンドさんの巣ですね。石膏巣になりまして、水なんかはここから入れることができますので、非常に飼育はしやすくなってるんじゃないかなと思います。で、これだけだと生活空間的にはこれならまだ問題ないんですが、餌場とかが接続できてないので、そのあたりだけちょっと組んでいって飼育していく感じになります。ですので巣自体はこれを使っていこうと思います。じゃあ組んでいきましょうか。
はい。で、今回はこちらの餌場を使っていこうと思います。前回動画でご紹介した巨大餌場ですね。まだ使っていなかったので、こちら使っていきます。パラポネラ専用って感じですよね。パラポネラに使おうと思って作ったわけじゃなかったんですけれども、結果的に良かったです。で、一応簡単にもう一度ご紹介しておくと、こちらと両サイドにメッシュがついてて非常に通気性が良くなってます。で、針ありについては肉食性ですので、結構餌をですね与えると腐敗してしまってガスが出ちゃったりするんですね。で、そうすると密閉性の高い容器だとそれでアリが体調を崩しちゃうってことがありますので、こういう通気性のいいケースを使うってことが非常に重要になってくるんですけれども、その件については満たされている餌場になっております。で、あとパラポネラについてはこのツルツルした壁面も登ることができますので、このままだと脱走してしまう可能性があります。ですので、今回はしっかりとこのベビーパウダーを使ってこの側面ですね塗って脱走防止対策もしてからやっていこうと思います。で、やり方は動画でもいつもご紹介してますが、ちょっと久しぶりですので簡単にやっていきましょうか。ベビーパウダーについては何でもいいと思いますけれども、自分はタルク入りのものを使ってますね。それをこういったお皿に入れます。適当に入れれば大丈夫です。これ今筆使ってますけどね、スプーンで入れた方が本当はいいですね。こんな感じで入れたら、こちらはですね、アルコール分 75% くらい入っているアルコールですね。これをキューって入れます。よいしょ。で、ある程度ひたひたになるくらい入れたら混ぜます。ちょっとアルコールを入れすぎた気がしますね。シャバシャバすぎると、これ塗りたくるとね、シャバシャバ溶液が垂れ落ちてすごい巣が汚く見えちゃうんですよね。ですので、ある程度コシが残ってた方がいいです。これだともうサラサラすぎますね。で、パラポネラについては、サラサラしたやつの方が脱走防止的には非常にいいんですけれども、パラポネラでかいのでベッタベタに塗りたくっても多分登れなくなると思いますんで、もうドロドロ状態で塗っていきます。今回は。で、塗る時のポイントはこれね、平面にした方が垂れないからいいですよ。こんな感じで綺麗に塗れますからね。よいしょ。これで一面完成。バッチリバチバチですね。はい、ちょっとね、なみなみで汚いですけれども、これで十分でしょう。はい、自分なりには綺麗に作った方だと思います。で、今度は床材を敷き詰めていくことになるんですが、使う床材は主にね3種類ありますね。皆さんもよく使うヤシ柄ですね。目の細かいヤシ柄で、あとはクヌギマットですね。クワガタマット、カブトムシマットなんかって言われてますけれども、日本の広葉樹を粉々にした床材ですね。で、それからあとはバークチップですね。こんなものがあるんですが、今回ちょっとバークチップ目の粗いものですので、ちょっとこれは使いません。ヤシ柄と、あとこっちの普通の昆虫マットと、どっちでも正直いいんですけれども、やっぱりなんとなく虫が湧きにくいのはこっちかなと思いますので、今回はこっち使っていきましょうかね。はい、じゃあこの中に入れちゃいましょう。餌場の表面がしっかり埋まるような感じになれば問題ないです。床材分厚すぎるとこちらの餌場がね、目がここまでしかないので、この網からゴミがねどんどん出される気がするので、この高さよりかは低いところでちょっと押さえてみました。はい、じゃあ準備ができましたので、パラポネラちゃんたちをここに入れましょう。入れる場所はどこでもいいですね。この辺に置いときましょうか。よいしょ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 。ここの入り口の高さに合わせるならもうちょっとだけ高くしてもよかったかもしれないけど、大丈夫でしょう。で、あとはここの封ですね。これを外せば
アリたちが出入りできるようになります。やってみましょうか。開けますよ。怖っ。でね、そうだ、説明してなかったですけど、このパラポネラってハチ、アリ全て含めた中でもめちゃくちゃ毒が強いらしくて、刺されたらもうやばいらしいです。ですので自分ちょっとね、あんまりハチに刺されると良くないので、絶対刺されないように飼育しないといけないんですけれども、もしもですね、この動画でパラポネラに興味持った方はその点だけマジで気をつけてください。はい。他のハリアリも同じように危険なんですけれども、特別とにかく毒が強いらしいので、取り扱いは十分注意してくださいって感じで、こんな感じで開けることができましたので、さあどうなるでしょう。おー、早速女王が出てきましたね。で、見てると面白いですよね。パラポネラって現地だと木の根元に巣を作るみたいなんですよね。木の根元に巣を作って、地中性なんですけれども、どちらかといったら木の上の昆虫だったりとか、あとは甘露とかそういったものを舐めたりするんですけれども、なので、今回こういう風に土飼育みたいな感じにしていますので、環境的には自然とはちょっと違うのかなって思います。そんな感じで今出てきてる女王アリもなかなか地面を歩こうとしませんよね。なんか高いところ、上に行けるところを探しているような感じがします。だから本当はね、何かしら木を入れて飼育した方がいいのかなっていうふうには感じます。このコロニーもでかくなったらちょっとレイアウト変えたりしてみようかなと思いますね。そうだ、あとは AY さんが言ってたんですけれども、水は結構たくさん必要とするみたいなので、水置きも置いときます。ここに置いときましょう。本当は水飲みのやつもね、用意しとけばよかったですね。でもこれで大丈夫でしょう。はい、ということで今回は購入したパラポネラの解説をしていきました。まだ購入してから日が浅いですので、卵が孵化したりとか、あと幼虫が出てきたりとか、そういったところはまだないんですけれども、むしろこれからすごい楽しみなコロニーなんじゃないかなと思います。で、このパラポネラについては、以前から一番飼育してみたかったアリですので、これから飼育を継続していって、どういう風に成長していくかっていうのをカメラに収めていこうと思いますので、ちょいちょい動画に出てくると思いますので、そちら楽しみにお待ちいただければと思います。てな感じで今回はここまでになります。ご視聴いただきましてありがとうございました。